どうもこんにちは、まみよしです。年末年始何して過ごしますか？多分ほとんどの人は家で動画を見たりゲームをしたり、おうち時間っていうのがかなり増えると思うんですが、そんな時に大事なのがネット環境。Wi-Fi が遅いと動画が止まったり、ゲームが切断されたり、そういったことが起きます。ということで今回は Amazon で買える最新のおすすめ Wi-Fi ルーターを2つ環境別に紹介していきます。特に古いルーター使ってる方に関しては、ルーターを変えるだけで家の回線めちゃめちゃ速くなったりするので、ぜひ Wi-Fi ルーター検討してみてください。まずはこちらの割安で買える Wi-Fi 7対応のルーター ERO7 の方を紹介していきます。付属品はルーター本体にセットアップの QR コード、そして USB-C の AC アダプタに LAN ケーブルになります。ERO7 の主なスペックは最新の Wi-Fi 規格 Wi-Fi 7に対応しています。Wi-Fi 7のいいところに関しては何といっても同時接続。Wi-Fi に関しては周波数っていうものがあって、今までは壁を挟んでもつながりやすいけど速度は遅めの 2.4GHz、そして壁を挟むとちょっとつながりにくいけど速度が速い 5GHz っていう2つがあって、その周波数好きな方1つにしか今までは接続できなかったんですけども、 Wi-Fi 7に対応しているルーターと受信するスマートフォン、パソコンとかをつなぐことによって、この 2.4GHz、5GHz 同時に接続することができます。これ何がいいのかというと、ルーターと近い場所だと高速な 5GHz の恩恵を受けられて、ルーターと遠い場所でも 2.4GHz にもつながっているので、 2.4GHz と 5GHz のいいとこ取りができるっていうのがこの Wi-Fi 7の特徴になります。で Wi-Fi 7に関してはその 2.4GHz、5GHz、6GHz全て同時に接続して送受信できるんですけども、こちらの ERO7 に関しては 6GHz には対応してないので、そこだけ注意してください。このルーターのメリットに関してはやっぱりその 2.4GHz と 5GHz 両方接続して家中どこでも快適な通信環境を作れるっていうのがいいポイントになります。そしてイーサネットポートに関してはこの値段だと 1GB 対応のものが多い中、こちら 2.5GB のイーサネットポートを2つ搭載しています。なので片方を壁とつないであげて、もう片方にデスクトップ PC とかゲーム機をつないであげるっていう使い方もできます。で僕の家の回線は 1GB 回線なんですけども、家の回線が 2GB 回線だったり 10GB 回線の時にこちら有線でパソコンとかと接続することによって 1GB 以上の速度を出すこともできます。であと嬉しいのが、このルーター自体は USB-C での給電になっています。なのでこういった付属の USB-C ケーブルじゃなくても短めなケーブルを使ってケーブル周りをスッキリさせることができるっていうのもメリットになっています。セットアップは簡単で、壁から出てる LAN ケーブルをこちらの1番に接続してあげて USB-C ケーブルを接続。これで準備 OK。そうするとここに LED のインジケーターが点滅するので、あとはスマホ上から設定してあげます。ERO Wi-Fi システムというアプリを入れてあげて、アプリを起動するとこんな感じで ERO ネットワークをセットアップという画面になります。接続方法とかに関しても全て教えてくれます。前のルーターを外してあげて、この ERO の Wi-Fi ルーターをモデムにつなげてあげて電源を入れると。で次へ Bluetooth のアクセスは許可しましょう。ERO の検出中、今 Bluetooth のランプがついています。ERO を接続する準備ができました。ERO で青いステータスライトが今点灯しています。次へ ERO7 はどこにありますか？これは置いてある場所にしてあげましょう。今回はリビングでやっていきます。場所を設定。で、続いてこちら Wi-Fi ネットワーク名。基本的なルーターに関してはこのルーターの裏側の部分にネットワーク名とパスワードっていうのが書いてあるんですけども、こちらの ERO のルーターに関しては自分で決めることができます。で、この Wi-Fi ネットワーク名とパスワード、こちらを前のルーターと同じにしてあげることによって、スマートフォンとかパソコンの設定を変えることなく再接続することもできます。これで設定してあげます。インターネットに接続中、登録中、完了しました。これでセットアップを終了。で、最初にアップデートがある場合はこれ今すぐインストールでアップデートしてあげましょう。で、アップデート中でも設定とか見ることができるので、これでやっていきます。OK。で、アカウント持ってる人は下、アカウント持ってない人は上でアカウント作ってあげましょう。Amazon でログインが簡単ですね。これだけで設定完了。めちゃめちゃ簡単だと思います。で、そしてこちら ERO に関しては ERO プラスっていうものがあるんですけども、そちらサブスクサービスになっています。サブスクに加入することによって高度なセキュリティ、コンテンツフィルター、VPN、そして個人情報の保護とか、こういった機能を追加することもできます。あとは子供にこの特定のアプリをブロックさせたいとか、そういった場合もこの ERO プラスに加入する必要があります。6ヶ月は無料体験できて、その後は年間13,600円、月額だと1,500円っていう感じです。で、そしてこのアプリ右側のデバイスをタップすることによって、今どのデバイスがつながっているのかっていうのをチェックすることができます。今 Galaxy Z Flip 7接続したんですけども、接続デバイスのところに Galaxy Z Flip 7出てきました。こんな感じでどのデバイスを接続しているのかっていうのをこの ERO アプリからすぐにチェックすることができます。で、そしてこのルーターの面白いのが、右下のアクティビティをタップしてこのダウンロードされたデータを押すことによって1日あたりどのぐらいデータ通信をしているのか、そしてそれぞれの端末でどのくらいデータ容量を使ったのかっていうのを確認することができます。で、一番上のライブ使用量表示をタップすることによって今どのぐらいリアルタイムで通信しているのかっていうのをチェックすることができます。この一番上にある Mac Studio に関しては今 YouTube 動画流しているので、ダウンロード5メガでダウンロードしてます
よっていうのが出てます。なので今接続しているデバイスがどのぐらい通信しているのかっていうのをチェックすることができます。で、そして高度なネットワークをタップすることによっていろいろ設定をいじることができます。で、この ELO7 に関しては Wi-Fi 7でマルチリンクオペレーション 2.4GHz と 5GHz 同時に接続する機能があるので、こちらのマルチリンクオペレーション、こちらをオンにしてあげるのがおすすめ。こちらをオンにしてあげることによって 2.4GHz と 5GHz 同時に通信することができます。で、今 Wi-Fi ネットワーク1つしか設定してないんですけども、こちらゲスト Wi-Fi ネットワークをオンにしてあげることによって友達が来た時はこちらに接続してあげるっていうこともできます。あとこの ELO のルーターに関しては Amazon のルーターになってるんですけども、 Amazon デバイスと連携するこの ELO ビルトイン、こちらの機能を有効にすることによって、例えばエコーショーなんかのデバイスを使うことによって Wi-Fi を拡張することができます。ただその場合は最大速度100メガになるので速度自体は遅くなるんですけども、エコーデバイスを中継機代わりにすることなんかもできます。続いてはもう一つのおすすめルーター ELO Pro 6E オープン。こちらも Wi-Fi ルーター本体に電源ケーブルと LAN ケーブルになります。スタートガイドもあります。さっきの ELO7 に関しては 15W だったんですけども、今回のモデルは 27W になっています。で、ルーター本体がこちら。さっきの ELO7 と比べると ELO Pro 6E の方が若干大きくなっています。この ELO Pro 6E の最大の特徴に関しては名前の通り Wi-Fi 6E に対応していること。で、それだけ聞くとさっき紹介した ELO7 の方がいいじゃんって思う方もいると思うんですけども、ELO7 は 2.4GB と 5GHzの2種類の帯域しか使えないのに対して、こちらの ELO Pro 6E は 2.4GHz、5GHz、そして 6GHz に対応しています。で、その 6GHz 何がいいのかというと、今までの 2.4GHz と 5GHz、例えば 2.4GHz だと電子レンジの周波数と一緒なので、電子レンジをつけてる間 2.4GHz の Wi-Fi がかなり不安定になりがちなんですけども、5GHz はその問題を解消してたりします。ただその 2.4GHz と 5GHz に関しては使っている人がかなり多いので、マンションとかだとその別の家庭の Wi-Fi と混戦しちゃってちょっと不安定になったりすることもあるんですけども、こちら 6GHz に関しては使ってる人が少ないのと帯域自体も広いので電波干渉が起きにくいっていうメリットがあります。で、実際に僕も 2.4GHz、5GHz、6GHz 速度比較してみたことあるんですけども、家のネット回線は同じ 1GB なのに Wi-Fi 6の時はだいたい500メガぐらい、Wi-Fi 6になると900メガぐらい出るようになったので、家の環境にもよると思うんですけども、今までの Wi-Fi 6と比べると Wi-Fi 6E 結構同じ回線でも速度アップ期待できます。で、端子に関しては今回は 2.5GB 端子と 1GB 端子になっています。で、充電は USB-C で、セットアップ方法に関してはさっきと一緒ですね。セットアップ完了。そうしたら気になる速度の方をチェックしていきましょう。結果がこちら。ダウンロードはさっきと比べるとちょっと遅くなってる感じはするんですけども、アップロードがだいたい平均70メガぐらい速くなってるのがわかると思います。こうやって実際に速度測ってみると、意外と 6GHz 対応してない ELO7 でも結構速度出てるので、大規模マンションとかじゃなければ 2.4GB と 5GHz だけの ELO7 でも全然いいかなと思います。ということで2つそれぞれ紹介してきたんですけども、じゃあどんな人にどっちがおすすめなのかっていうのを紹介していきます。まずはこの ELO7 をおすすめする人。こちらに関しては一軒家だったり広い家で 5GHz の速い Wi-Fi だと家の隅まで届かないので Wi-Fi の弱さに困ってるっていう方、こちら Wi-Fi 7で 2.4GHz と 5GHz 両方同時に接続することによって家の端までカバーすることができます。で、そしてそれを使うには Wi-Fi 7に対応している端末が必要なので Wi-Fi 7の端末を持ってる人で、あとは 2GB 回線だったり 10GB 回線などの光回線を契約して有線接続する人なんかもおすすめになっています。で、こちらの ELO Pro 6E に関してはとにかく Wi-Fi でも速度を出したい、家の周りに Wi-Fi がいっぱい飛んでて 5GHz だと電波干渉が起きてるとかたまに調子悪くなる、そんな方におすすめなモデルになっています。で、他にもメーカーの安心感だったり安定性で、あとセキュリティ機能も自動でアップデートされるので買ったまま放置してるだけでも使い続けることができます。ということでいかがでしたでしょうか。年末年始快適に過ごすには Wi-Fi 環境かなり重要になります。この休みの機会にぜひ Wi-Fi 環境を新しくして2026年スタートさせてみてください。今回紹介した商品に関しては概要欄の Amazon ストアフロントにまとめているのでぜひチェックしてみてください。他にも Amazon セールのおすすめ商品だったり普段使っている厳選アイテムリストもまとめています。この動画参考になったと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。以上、バイバイ。